どうも皆さんこんにちは、あきらです。おすすめコンデジ5選をね、今回はやっていけたらなというふうに思っております。いやー、コンデジブームは止まりませんね。もはや一人一台もね、持ってるんじゃないかと。それぐらいね、お出かけする時のこの若者っていうのはね、もうみんな持ってるような気がしてるんですけれども、今回はちょっとエモめに映るようなものから、もうめちゃくちゃ定番のやつとか、もう超大人気のやつとか、あとちょっと動画向きとかね、あとは高級な方のね、ラインナップのものまで幅広く用意をしてきました。で、全部ね、僕使っていますし、僕だけじゃなくてね、僕のパートナーとか、このチームメンバーみんながね使ったいろんな意見を取り入れての、厳選してきたコンデジたちになっています。で、コンデジ他にもねあるんですけれども、一旦おすすめしやすいのはねここかなというふうに思ってますし、カメラというのは持ち出さないと意味がないんですよ。なので気軽に持ち運べるかつこう写りがね楽しめるようなそんなね、コンデジたちになっていますし、あとは可愛いんですよね。なのでちょっとね今回は最後まで見てもらえたらなというふうに思っております。で、そもそもねコンデジとは何なのかっていうのをね簡単にご紹介しておくと、コンデジっていうのはですね、レンズ一体型のねカメラになっています。ちょっと電源つけるとこんな感じで、もうレンズがねカメラについちゃってるようなものなので、レンズ交換ができないものになっています。逆にねこういったレンズ交換ができるものっていうのはミラーレス一眼ってね言ったりするんですけど、レンズを交換して楽しむことができる。なので表現幅はね広いんですけど、やっぱこの通りちょっと大きくなりがちで、荷物もかさばるし、レンズも購入しないといけないところがあります。ただこのね紹介していくコンデジたちはそういったことがないし、今回紹介するコンデジは数万円で買えるものから、最大で20万円ぐらいのね、ちょっと高級なコンデジもあるんですが、だいぶとね幅広く集めてきておりますので、ぜひねコンデジ探しをねしていた方のね役に立てると思うので、参考にね見てもらえたらなというふうに思っております。ということでね、早速やっていきたいと思うんですけど、その前にですね、僕たちビジュアルパークというねオンラインショップというものを運営しております。ここではいろんなカメラでね僕たちが撮影してきたカメラの写真とか動画データをね無料で皆さんに提供していたりとか、あとはダヴィンチリゾルブ専用のね無料プラグインとかね、あとはねもうめちゃくちゃ使えるねテキストのフォントとかをねすごくポップにね編集することができるようなプラグインとか、あとはシャッターパックっていうねカメラのイブジフ情報を自動的に読み込んで、それらをね自動的に反映して編集をすることができるシャッターパックとか、あとはねソニーカメラ専用のねプリセットラット、アップルログ専用のラットとか、 DJI のオズモポケット専用のねラットパックとかね、いろんなものをねたくさんここでね展開して皆さんにご提供していますので、興味ある方はねこのビジュアルパークもねチェックしてもらえたらと思います。年内ねなんとあと3つのねプラグインが出ますから、ぜひね見てもらえたらなというふうに思っております。というわけでね、それではまずやっていきましょう。まずはこちらでございます。はい、コダックの FZ5555 というね、コンデジになっています。これめちゃくちゃ小さいんですよね。これね、僕ね、一昨年ぐらいにね、動画に紹介したらもう爆売れしてるみたいで、もう本当にね、めちゃくちゃ売れすぎてちょっとね、価格も上がってしまってるっぽいんですけれども、めっちゃ安いんですよ。23,200円かな、Amazon 価格。僕らが買えた時は14,000円ぐらいで買えたんですけど、1万円ぐらいに上がってしまったカメラになっています。めっちゃ安いでしょ。で、このカメラね、もう以前ね、レビューしてるので、詳しく知りたい方はね、こっち見てもらえたらと思うんですけど、このカメラね、エモいんですよ。はい、コダックのね、コンデジになりますので、コダックといえばね、アメリカだったかなのフィルムをね、作ってきたメーカーで、やっぱりね、この写りっていうのがすごくね、エモーショナルに映るんですよね。正直画質は全然良くないです。むしろめっちゃ汚いし、スマホの方が絶対綺麗なんですけど、このね、FZ55 にしかね、ないね、写りっていうのがね、あるんですよね。なんやろな、ちょっとこう、平成感があるというか、すごくエモくて、フィルムほどではないんだけれども、ちょっとね、やっぱ質感がね、なんかこう、いい雰囲気で撮ることができます。で、なんといってもこのサイズ感がめちゃくちゃ良くて、もうクレカサイズぐらいで厚みがね、若干ね、あるといったぐらいのね、サイズ感になりますので、本当にね、これ楽しく気軽に持ち運ぶことができます。もうポケットにもね、入るし、カバンの中も全然圧迫しないしっていうので、もうとにかくコンパクトさがめちゃくちゃいいですね。で、一応スペックはね、こんな感じになっています。画素数はね、1630万画素あるんですけど、そんな綺麗ではないですね。で、センサーが 2.3 分の1型で、一応動画も撮れますし、マクロモードがあったりはしていますね。で、意外なことにちょっとだけズームができるんですよね。最大でね、140mm までね、ズームをして、5倍ズームぐらいかな、できるので、ちょっとズームした表現も楽しむことができるようになっています。で、僕がすごく好きなのは、これ、ストロボ、フラッシュ搭載してるんです。なので、ストロボをね、使って、いろんなね、表現をすることができるので、夜でね暗いところでもね撮ることができるし、昔ながらのね質感で撮ることができたりします。で、僕がすごく気に入ってるのがこれね、 SD カードがフルで入るんですよ。こんな感じで大きめの SD、 マイクロ SD じゃないっていうのもすごく運用がしやすくて、僕はねすごく好きですね。ただバッテリーはこれぐらいのサイズ感のものになりますので、そんな持たないです。300枚ぐらいしか取れないんですけど、これ1個でね、でも1日はねそんな取りまくらなければ持つかなといった感じなので、全然使います。で、動画は動画でね、なんかエモさがあって、ちょっと手ぶれとかはね、どうし
しても若干してしまうんですけれども、動画も撮影できて、一応ねカメラとしてしっかり楽しめるようなものになっています。注意点としては、充電がねこれ USB-C ポートではなくてマイクロ USB のタイプ B というものになります。なのでちょっと専用のねコードが必要になったりとか、あとはボケ感とかもありません。基本ボケないので、パンフォーカスっていうもう全体にピントが合うみたいな感じなんで、一眼カメラっぽさっていうのは全くありません。もうこれ言っておきます。全くないんだけれども、最近のトレンドのような、そういったところでね楽しむことができるカメラになってるし、何より安いので、なんかこうプレゼント用とか、あとはちょっと平成感のあるね、エモい写真を撮りたいという方にはおすすめかなといったところになります。なのでね、低価格でね、楽しめるカメラを探している方はこれをねチェックしてみてもらえてもいいんじゃないかなと思います。よかったらね個別のレビューも出してるので見てください。はい、ということでね、次行きましょう。次がこちらでございます。じゃじゃん、ルミックス TZ99 というねカメラになっています。これはね結構新しめになります。今年ぐらいに出たね割とね最新のモデルになっています。もうこれはねズバリ1台で何でも撮れる高倍率コンデジになっています。この TZ というのがですね、トラベルズームという意味があるようなんですね。このカメラなんとね30倍のね光学ズームができます。やばくないですか？最短で 24mm から 720mm までの超高倍率ズームをこれ1台で楽しむことができると、そんなねめちゃめちゃ楽しいものになっています。でこのカメラに関しても正直言っておくと、画質はねもうスマホの方が綺麗ですね。iPhone とかの方が綺麗です。もうこれ言っておきましょう。ただめっちゃ悪いわけでもないんですよ。このコダックほどもうなんやろな、もう完全粗めですよとかではなくて、それなりにね、写真は見れるぐらいではあるんだけれども、でもねスマホの方が綺麗かなっていうぐらい画質を重視して買うと、ちょっとねこれは残念になるので、ここは先にお伝えしておきます。ただですね、結構僕はね好きなんですよ。何がね好きかというと、質感がねそもそも良くて、画質の解像度があるわけではないんだけど、特にねこのフラッシュを使った時の表現であったりとか、映る絵がね若干それこそねさっきから言ってる平成感があるというような、そんなね雰囲気もあったりとか、なんかこうあんまりね作品として残すんじゃなくて、ただこう日常をね切り取るというところで、何気ない瞬間をねちょっとサクサクと残しておくことができる、昔のね写真の雰囲気の延長をねこの令和の時代でも楽しめるような、そんなね雰囲気があったりすると思っています。であとはねやっぱりズームがめちゃめちゃ楽しいので、720mm って基本的にもう双眼鏡レベルとかになってくるんですよ。なのでカメラでねやっぱこういったことができるっていうのはめちゃくちゃ楽しいところになりますので、それこそねスマホでの超高倍率ズームっていうのはやっぱり電子補正になってしまうので、やっぱりね光学のねこのねズームの楽しさっていうのはやっぱカメラにしかないものに魅力になってるかなと思っています。でセンサーサイズ的にもね 2.3 分の1型というところで、正直そんな大きくはないし、画素数も2030万画素あるんだけど、それをねこう体感できるほどの画質の綺麗さっていうのは正直ないです。ただねこのカメラの良さは手ブレ補正が入ってて、4K 動画はねこの光学補正が効かないんですけど、フル HD であれば動画でもねしっかりと手ブレを補正して、720mm でもね割と手持ちでも全然撮れちゃうかなといったところはあります。なので手ブレがねすごく僕は気に入っていますね。であとねめっちゃ接写ができるんですよ。マニュアルフォーカス時はね最短 3mm までいけるので、このマニュアルフォーカスのね項目でこうやってあげるとめちゃめちゃ寄れるんですよね。これびっくりするぐらい寄れちゃうので、このね寄った表現っていうのもすごく楽しみですね。はい、めちゃくちゃ寄れるようなカメラにもなっています。でそんなこのねカメラの価格が64,000円ぐらいかなといったところになっています。この価格についてねどう思うかはそれぞれではあるんですが、この時代にね最新のカメラとして6万円台のコンデジっていうのは安いなと思います。もうちょい画質が綺麗だったらなとは思うんですけど、でもね楽しいカメラですよ本当に。でカラーはこのブラックに加えてホワイトもありますので、よりねちょっとポップなカラーというか、ちょっとね女性の好みでもありそうなね、ホワイトっていうのもあったりするので、結構ね用途としてはハマる人がねいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。でその他すごくね、気に入ってるところはやっぱりこのフラッシュと、あとこれです。はい、チルトするんですよねモニターが。なのでこのまま撮るといった時とかにこう撮れるんですけど、しかもね今セルフタイマーが自動でできます。はい、これをこう上に上げて撮ろうとすると3秒間のね、ちょっと見てもらったら分かるか、はい、こんな感じで3秒間のセルフタイマーが勝手に出るんですよ。なのですごくねセルフィーも撮りやすいし、フラッシュでやっぱねこの質感はミラーレスだと出せないので、
僕はねすごく気に入っています。であとね、地味にねここのタッチパネル184万ドットあるんですよ。これすごくて普通にソニーの50万円ぐらいのカメラとかでも103万ドットというね解像度悪めなんですけど、この6万円のカメラでこれ184万ドットあるんですよね。でしかもこれタッチ操作可能なのでめちゃくちゃね機敏に動きますし、はい、すごくねこのタッチ感度もめちゃくちゃいいですね。でその他にもですね、このカメラは USB-C ポートを搭載していますので、Type-C で充電できるっていうのも今っぽくね使うこともできたりしますし、あとは Bluetooth をね介してスマホにねデータ転送も簡単にできたりとか、あとはね写真もねロー写真を撮ることができるので、編集を前提としてこうよりねレタッチっていうね、色の補正とかを自分でね楽しむこともできるようになっています。といった形で、結構ねこれ人によっては本当に合うんじゃないかなと思ってます。やっぱりね望遠のこの絵っていうのはやっぱ絶対にね普通のカメラでなかなか撮れないっていうところと、スマホでもねこんな解像度は残らないので、例えばお子さんとかワンちゃんとかをこう遠くからめっちゃね寄って撮りたいという方にもめっちゃいいし、それでいてね動画撮影もねできるっていうのはやっぱりねルミックスらしさがあるかなと思っています。で何度も言いますが注意点としては、画質はねめっちゃいいわけじゃないです。なんかもう全体的にちょっとザラザラしてる感じの質感ではあって、なんかやっぱめっちゃ綺麗だなとはあまりなりにくいと思うので、こう画質最優先で買う方にはおすすめはしたくないです。であとねやっぱりセンサーが小さめなのと望遠のね表現ができるっていうのはいいんですが、その分 F 値が暗いんですよね。なので暗いシーンではね結構やっぱ厳しいのが本音にはなるので、ストロボをねしっかりと使うとか、暗いところでもう超望遠っていうのはねやっぱりちょっともう難しくはなってくるので、日中にね、それこそお子さんの運動会とか、あとは野鳥撮影、動物園とかね、そういったところでは楽しめるカメラになってるかなと思いますので、この用途がね合いそうな方はぜひね概要欄からチェックしてもらえたらなと思っております。でちなみにもうちょい画質を求めるならば、もうちょいセンサーが大きいモデルのルミックス TX2 というものがあって、そっちでもいいかもしれません。ただちょっと前の機種にはなるのでタイプ C とかないはずですね。でワンチャンそっちもリニューアル版が出るかもしれないっていうのはあるんですけど、一応ねセンサー大きい版で、もうちょいねボケたりもするっていうようなモデルもあるので、そっちでもねちょっとチェックしてみてもいいかもしれません。はい、というわけでですね、次多分ここが一番再生数盛り上がりそうなんですけど、じゃん、はい、こちらでございます。リコーの GR3X というコンデジですね。これは知ってる方多いんじゃないでしょうか。もう人気すぎてね手に入りにくいとも言われるような最強のコンデジです。もういろんなインフルエンサーさん、いろんな芸能人、いろんなセレブもね使ってるような、もう世界的にも大人気のねコンデジになっています。もういつでも買えるわけでもないし、なんかちょっとこう気軽にねおすすめしやすいものでもないんですけど、やっぱこれはねもう最強ですこのコンデジはですね、もう価格言っておくと定価が13万円ぐらいしてしまいます。めっちゃ高いんですよ。で中古が、新品とかだともう定価以上になっちゃうんですよね。それをねちょっとおすすめするのもどうかなっていうところではあるんですが、これ意外とねカメラショップ行くと中古とかはね店舗にあったりします。ネットにはね出さないけど店舗には置いてるみたいなところってあったりするんですよ。なのでよかったらねちょっとカメラさん行ってみてください。でそれは新品だけじゃなくて中古も取り扱ってるカメラさんにね行ってほしいんですけど、意外と店舗に残ってたりしますし、メルカリとかでも売ってたりします。僕はねメルカリで、定価よりちょっと安いぐらいでね当時買ったんですけど、なんやかんや球数はあったりはするんで、購入検討の方はね見てみてもいいと思っています。で13万円っていうところでめっちゃ高いじゃないですかめっちゃ高いんですけど理由があって、まずスペックから見ていきましょう。なんとね約2400万画素程度の APS-C センサーを搭載しております。もうこれがね一番の理由になっていると思ってます。このカメラは APS-C というねめちゃくちゃ大きなセンサーを搭載してるんですよ。今紹介してきたねこのコダックのやつとかこういったねコンデジとかに比べてもはるかにねセンサーサイズが大きいんですよね。このカメラのセンサーのサイズっていうのが大きければ大きいほど光を取り込む量が格段に大きくなっていくので、画質が綺麗になりやすいし、背景もボケるし、暗いところのね撮影も強くなっていきます。さっき見ていただいたこのニコン ZF-C というカメラも実はこれ APS-C で、この同じセンサーがこんなちっちゃいところに入ってるんですね。これちょっと見てもらいます。はい、これが APS-C センサーの大きさになっています。これかなり大きいんですよね。もうスマホとかは比べ物にならないぐらい大きなねセンサーサイズになっています。これがね入ってると。で一応ねミラーレス一眼とかの中で標準的なね最も大きいとも言えるね基準値となるものがこのフルサイズセンサーというものがあって、これがねフルサイズセンサーで、もっとさらに一回り大きいんですよね。でこれの次に大きいのが APS-C サイズになるんですが、それがねこんなちっちゃいところに入っちゃってるんですよ。
これがねもう本当にねすごい GR のね画質がめちゃくちゃ綺麗なねところに理由があったりしています。で僕がね使ってるのは GR3X というモデルになるんですが、 GR には3と 3X、最近 GR4 っていうのが出てるんですけど、これは X になります。で GR3 が 28mm の焦点距離で X が 40mm になります。でこのミリ数っていうのが大きければ大きいほど望遠側、小さければ小さいほど広角側になるんですね。なので GR3X は GR3 とか GR4 に比べてちょっとね望遠というか、若干こうちょっと寄った表現になります。 40mm という画角になります。僕はねすごくこれが使いやすいと感じてるんですが、 40mm という画角と 28mm という画角でねここに違いというのがあったりしています。でこの GR のねすごいところが F 値なんですよ。これがね F2.8 のレンズをね搭載しています。でこの F2.8 っていうのがこれまた明るいんですよね。ちょっと簡単にレンズについて解説をすると、まず大きく分けて単焦点レンズとズームレンズっていうのがあります。このズームレンズっていうのはその名の通りズームができるレンズで、単焦点っていうのはズームができません。その代わりにここの F 値と呼ばれるものが低くしやすいんですね。これ今 F1.8 まで下げることができています。一方でこっちのレンズは F4 までしか下げることができません。こういった違いがあって、単焦点の方がこれが低くしやすいんですよ。でこの F 値というのが低い、要は小さくなっていくとよりですね背景がボケてより明るく撮影をすることができます。逆に F 値っていうのが絞っていく、 F 値の値が大きくなっていくと、背景もボケにくくより全体にピントがあってよりね暗くなっていくと、そういった違いが出てきます。それを踏まえた上でこれを見ていくと 40mm の単焦点の F2.8 というねレンズになっていますので、このカメラはズームはできないんだけど 40mm で背景をぼかして明るくよりのシーンでも綺麗に撮ることができるねめちゃくちゃねバランスがいいレンズなんですよ。ただズームはできません。これがね GR の特徴になっています。そんなね基本的なスペックがあるんですが、この GR のね良さっていうのはまだまだあって、まず起動時間がめっちゃ早いんですよ。これちょっと電源ボタンを押しますね。せーのでこれで撮れました。もうこの起動からシャッター開けるまでがもう1秒ぐらいでねやっちゃうような、もうめちゃくちゃねこうサクサク撮るようなことができるようなねカメラになっています。でそれでいてこのコンパクトさでめちゃくちゃね綺麗な写真が撮れるし、すごくボケるしっていうので、もうこのカメラはね本当にね人気な理由がねわかるなというところがあったりしていますね。もちろんねローの写真も記録可能だし、あとね USB-C ポートが入っているので充電もすごくしやすいし、何よりもねこのコンパクトさなので、ポケットにね入れてカバンに忍ばせておいていつか撮りたい時に撮ると、そんなねことができたりします。そんな感じなんですが、ちょっと注意点というか他のカメラに比べて劣るところで言うとフラッシュがないというところで、あとはモニターの解像度が悪いんですよね。ここのもね背面モニターの解像度が悪くて、なんか撮ってる時にこれ綺麗かって思うことが多いです。帰ってみてスマホに取り込んだらめっちゃ綺麗なんですけど、なんかここではねあんま綺麗さっていうのはそんな感じはしないですね。で動画撮影はねほぼおまけ程度ぐらいのねものしか撮れないんで、そこら辺は注意になりますね。もう写真向けになっています。はい、そんなところかな。欲しくなりません？めちゃめちゃ魅力的ですよね。で新品購入はね、GR4 最新版含めて今抽選でしかないと思うので、ちょっとそれをねもう根気よく応募するとかになるかな。僕の友達はね結構3年ぐらい変えてるので、今撮ってくれてる俊介はいつまでも当たってないんやけど、結構人による運だとは思うんですけど、一応ね公式の抽選はあったりするので、それをね狙ってみるっていうのもありかなと思います。で最新の GR4 に関してなんですけど、ちょっと僕これ触れてないんで何とも言えないんですが、僕は3でいいかなと全然思ってて、やっぱりね値段が上がってるっていうのが大きいかな。撮れる写真の画質はねほぼ全然変わってないっていうのがまずね大きいのと、あとSD カードがねマイクロ SD になっちゃったんですよね。その分内蔵のメモリがねめっちゃ増えてるっていうのはあるんですけど、なんか結構ねトレードオフが多かったので、なんか正当にめっちゃ進化したというよりかは、なんかちょっとねこう価格的にもねなんか別のモデルになっちゃった感じがなんとなくはしちゃってるので、より安く買えるっていうのでもこのね3でもなんか全然僕はそんなにね不満がないので、これでいいかなと思って、僕はね GR4 は買う予定は今のところはないです。ただみんなからねレビューやってほしいっていうねコメントがめちゃめちゃ来るんで、買おうかなと思ってるんですけど、僕はね全然3でもいいかなと思っております。ということで続いてですね4つ目いきたいと思います。次がじゃん、こちらでございます。キヤノンパワーショットV1 というカメラになっています。これはですね GR の動画版
でもね、はい、動画向けコンデジですね。今回の中で唯一、動画撮影に結構特化したものになっています。これはね、結構面白くて、僕はね、ハマる人にはハマるだろうなと思っておりますが、これはですね、キヤノンさんの、最新のね、コンパクトデジタルカメラになっています。このカメラはですね、もうモニターもですね、こんな感じでフリップするような形になってますし、はい、ズームもね、かなりできるようなね、仕様になっておりますと。で、4K でね、すごい綺麗なね、動画が撮れて、僕もオーストラリアとかに持っていてたんですけど、本当にね、思い出をね、美しく残すことができるような、そんなね、カメラになっています。スペックはこんな感じです。そもそもセンサーサイズが 1.4 インチセンサーというところで、これはね、フォーサーズセンサーぐらい大きいんですよね。フルサイズ APS-C フォーサーズっていうのがあるんですけれども、それぐらい大きいので、割とでかいんですよ。1インチよりも大きくなるんですね。で、焦点距離がめちゃくて、これ 16mm から 50mm。これ換算なんですけど、16mm になるので、こう、インカメで撮るときにめっちゃ広いんですよ。こんな感じで顔がいっぱいいっぱいにならなくて、結構ね、こう引いてね、撮ることができるっていうのがね、僕はすごく気に入っております。で、それでいてズームができて 4K60 フレームまで撮影できるので、4K でもスローモーションのね、撮影ができると、そんなね、カメラになっております。で、他にもね、美肌補正モードがね、あったりだとか、Vlog をね、撮るのに特化した、Vlog 撮影をすごくしやすくね、なってるような仕様になってますね。で、このカメラは、こことか、あと上目のこことかに冷却ファンが搭載されています。カメラのね、熱をこう逃がして、本体を冷ます。要は動画撮影を長時間するための、こういった機構もあったり、マイクもめちゃくちゃ大きくね、ドーンってあったりするので、音声も非常に綺麗に撮ることができるんですよ。なので、本当にね、キヤノンさんのこの動画撮影をね、こうプッシュしたようなカメラになっている。これはね、非常にね、楽しいカメラになっています。で、グリップ感もめちゃくちゃいいですね。で、そんなこのカメラの価格が、マップカメラさんで13万3650円ぐらいとなってて、公式で14万8000円ぐらいかな。なので、ちょっと高めにはなってしまいますが、結構高いんだけれども、妥協のないね、カメラになってるかなと思います。で、このカメラに関してもちょっと納期は必要で、ちょっとね、半年以上待ちぐらいに今、公式だとなっていますね。中古でね、買うっていうのもいいと思いますし、どうしても欲しい方はね、待ちは必要になってしまうカメラ、それぐらい人気になっているといったところにはなりますね。で、もちろんね、写真を撮影することもできたりしますし、最短撮影が5センチなので、マクロ表現もできるようになっています。で、センサーサイズがね、やっぱりフォーサーズよりもね、若干大きいというところで、割とね、背景ボケてくれます。なので、ぼかした、写真や動画を撮ることもできたり、それこそ広角のね、16mm を使って Vlog を撮影しながら背景がね、ちゃんとボケてくれてるっていうので、ほんとコンデジで撮ったとは思えないぐらい、画質のね、質感っていうのはね、僕はめちゃくちゃいいかなというふうに思っております。僕は結構画質にはね、すごくうるさくて、こう、ルミックスのやつとか、コダックのやつはね、あんま綺麗じゃないよって言ってるんですけど、このカメラ画質はいいんですよ。持ってる画質はいいんですけれども、なんかこう、ログ撮影っていうね、なんかこう、色をちょっとこう、淡くした状態で撮影して、後からね、こう、編集するっていうような方法があるんですけど、それが一応できるっていうところはいいんだけど、ログ撮影がね、すごく癖はあります。なんか赤の発色が強かったりとか、ちょっとこれ扱いづらいので、ログはあんま使わない方がいいと思ってるんですけど、スタンダードとか写真とかで出てくる画質は非常に綺麗です。ただ写真はね、ちょっとロー写真を撮るとノイズがめっちゃ出やすかったりするので、その辺の補正はいるんですけど、ちょっと一癖はあるんだけど、画質の総合評価は綺麗なんです。ちょっと癖はあるけどね。なので JPEG 写真とか、スタンダードのね、動画とかでシンプルなね、使い方をするっていう人にはすごくね、合うかなと思います。で、あとはね、望遠が 50mm になるので、そんなにね、望遠というわけではないかなっていうか、標準域ですよね、これは。もうちょい寄れたらなっていう時はね、正直あったりはするので、他のね、何百ミリというカメラに比べたらそこまでね、寄れないっていうのは、注意ポイントにはなるかなと思っております。とはいえね、結構な完成度にはなっていますので、コンデジでね、動画をしっかり撮りたい。で、それで写真も撮りたいという方には、すごくね、いいカメラのね、選択肢かなと思いますので、ぜひね、よかったらチェックしてみてください。で、この Canon V1 でね、撮ったね、写真や動画のね、作例はね、僕たちのね、ビジュアルパークからダウンロードすることができます。これ完全無料でね、提供しているので、購入検討の方は実際にね、これをダウンロードして、Canon のね、ログで撮影した動画をね、実際に編集をしてみて、購入のね、検討してみてもいいかもしれません。ぜひね、よかったらチェックしてみてください。はい、というわけでですね、最後、こちらでございます。はい。富士フィルムの X106 というね、カメラになっています。これはね、もう高いんです。高級コンデジになっています。もう値段だけ言っておくと、約28万円ぐらいしてしまいます。高いです。はい。ただね、素晴らしいカメラです。僕はこれを購入して本当にね、良かったと思っております。このカメラ一言で言うと、フィルムシミュレーションをね、存分に楽しめる高級コンデジになっています。コンデジなのでレンズは取り外せない、かつ単焦点レンズなんですよね。35mm の F2 のレンズになっている。でも
もうめちゃめちゃ品薄が続いていた、最近はねいろいろ変えたりはしてたんですけど、売れまくってるね、そんなねカメラになっています。もうこのカメラはね富士フィルムの歴史がねこう凝縮された、集結されたね、集大成とも言っていいような、本当にね撮影のね体験とか出てくる写真とかを最高品質に楽しめるね、そんなコンデジになっています。一応ねスペックを見ていくとこんな感じです。なんと画素数が4020万画素程度ありますので、かなり高解像なので、こうクロップをねしてもしっかりと解像度が残っていますし、これ APS-C センサーになっているので、この GR とね同じセンサーの大きさになっています。焦点距離がね 35mm になってるんですが、F 値は F2 になりますので、この GR3X の F2.8 よりもさらにねボケて、さらに明るく撮影をすることができます。でしかも手ブレ補正が入ってて、5軸6段の内蔵補正があるので、写真もブラさずに撮れて、動画もね手ブレ補正を活用して撮ることができます。で動画性能はなんとね 6.2K と 4K の60フレームで撮影がねできるようになっています。動画もかなりねハイエンドなスペックを搭載している。全然コンデジだからといって全然妥協されてないね、めちゃめちゃ詰め込みすぎだろっていうぐらいの本当に性能をね持っているカメラになっています。でこの液晶モニターもですねめっちゃ綺麗で、これ162万ドットもあるんですよね。なのですごく綺麗だし、さらにねこの液晶はチルトします。なのでこう上からの撮影も下からの撮影もね見やすくなっているといった仕様になってて、重量はバッテリーとカード込みで 521g なので、めっちゃ軽いわけではないですし、ポケットには入りません。でカバンの中でもちょっとねやっぱりスペースは取るなといった印象で、GR と比べたらこれぐらい差があるし、V1 と比べてもやっぱりね一回り大きいし、これと比べたらもう全然親子ぐらい違ってきますよね。なのでコンパクトかなっていうのはあるんですけど、でもねこのサイズでねこの性能を楽しめるっていうのは非常にね魅力的なところになっていますね。やっぱり見た目がね何よりもすごくかっこよくて可愛いですよね。やばいですよねこの見た目。一応ねシルバーモデルもあって、よりねクラシカルな見た目を楽しみたいっていう方はすごくいいし、ここにストロボがあります。なのでストロボを発光させて、他のねカメラと同じように撮れるっていうのも非常にね僕が気に入っているポイントです。でねこの X106 って、値段のね理由ってたくさんあるんですけど、僕がね非常にここにね、力を入れたんだろうなっていうところが撮影体験なんですよ。富士フィルムのカメラってね僕のチャンネルでたくさんレビューしているので見てもらいたいんですけど、富士フィルムって便利さっていうよりも撮影をどう楽しむか、撮影の哲学というところに意識を向けているような、そんなメーカーでもあるんですね。フィルムの時代から培ってきたいろんなねこの撮影っていうところのねこう醍醐味っていうのをすごくね今でも現在でも反映させている、そんなメーカーになっています。それの代表的なねところがここです。ファインダーにあります。ちょっと見てもらいたいんですけど、今ね僕これ素通しで今目が見えてると思うんですね。僕からもみんなが見えてて、みんなからも僕の目が見えてると思うんですよ。これはねただのガラスを通した光学ビューファインダー OVF というんですが、これワンタッチでですね切り替えることができます。こうすると今マークが出ましたよね。これ皆さんから撮ったら何も映ってないと思うんですけど、僕からしたら EVF 電子ビューファインダーが見えています。これを自由に切り替えて撮ることができるんですよ。これがねすごいんですよね。なのでガラスを通しただけの OVF を見て撮るっていうのもありだし、しっかりと EVF を活用していろんなフィルムシミュレーションを見ながら間違いのないイメージをしやすい写真を撮ることもできる。この2つをね瞬時に切り替えてすることができる。これをハイブリッドビューファインダーっていうんですけど、これがねできてしまうようなカメラになっています。これ多分特許取ってるのかな他のメーカーで見たことないんですけど、富士フィルムならではのね魅力になってるんですよね。っていうのがねあったりだとか、このねダイヤルの操作感とか、こういったところもちょっとねフィルムカメラをね模倣してるようなデザインかなとも思いますし、やっぱりねしっかりとファインダーを構えてしっかりと撮影する、このね昔ながらのこのスタイルをコンデジという枠組みでしっかりと楽しませてくれる、これがねやっぱり富士フィルムカメラの、魅力なんじゃないかなと僕はね感じております。もう語りすぎると長くなっちゃうので、より詳しく知りたい方はね過去に出したねレビュー動画を見てもらえたらなというふうに思っております。でこのカメラのね注意点というところで言うと、やっぱり大きさですね。コンデジというにはねちょっと無理がありそうな大きさだなと僕はやっぱ他と比べると感じておりますし、あとはねやっぱ値段ですよね。もうバチ高いので30万弱してしまうので、そこがやっぱ最大のネックです。あとは手に入りにくいっていうのがありますね。在庫に関してはねちょいちょい販売がね再開されていたりするので、頻繁にチェックしてもらうであったりとか、中古も結構出回ってき始めてるので、あとは X100V っていうね前の機種もね、結構出てきてたりはするので、今はねもう超高騰してるわけではないんですけど、最初はねかなり買
買いにくいカメラではありました。でも逆に言ったらそれぐらいなんですよね。もう値段と手に入りにくさと大きさ、これをね許容できる方はマジで超爆楽しめると思うので、ぜひねちょっと一回ねどっかのお店でね触ってもらえたら嬉しいですね。でちなみにねこの中身でレンズ交換式もあります。これが XE5 というカメラになるんですが、こっちはねちょっとファインダーが若干変わってくるんですけど、こちらもですねレビュー動画出してますので、よかったら見てみてください。でもう少しね小さいコンパクトな XM5 とか中盤型のね GFX100RF っていうねカメラのレビューとかもたくさん富士フィルムカメラ出していますので、ぜひよかったら見てもらえたらなと思っております。ということでね、皆さんいかがだったでしょうか。今回ね5つコンデジをご紹介させていただきましたが、気になるものは見つかったでしょうか。ちょっとした番外編としてライカの DLux8 っていうカメラがあって、これがね僕の友達のスヨルっていうね友達の奥さんが使ってるねカメラで、僕のね彼女と一緒に4人でねグアムの旅行行った時とかによく撮ってくれたりするんですけど、あれよくてはいちょっとねこれも高級コンデジにはなるんですけど、ライカのねドイツの有名ブランドライカのコンデジで、あれもすごくいいですよ。フラッシュも入ってたりとか、センサーもね4000だったかな。なのでそこそこ大きいし、写りもね結構チュルチュルで、特に女性のね方とかも好きな感じになるかなと思うし、手ブレ補正も入ってたりとか、動画もしっかり撮れたりとかで、ズームが 24mm、75mm かなっていうところで結構万能にね撮ることができて、フラッシュがねなんか同梱されてると思うんですよね。であれでね結構いろいろ撮ってくれてたんですけど、あれはねもう106よりもさらにコンパクトで、やっぱライカのね9シリーズよりもねだいぶとちっちゃいし、ライカの9シリーズよりも、値段もねそれなりに安くね買える、言うても結構高いいい値段なんですけど、そういったねカメラもあって、それもかなりねおすすめだったりはするので、よかったらねこちらもチェックしてみてください。で他にもね過去に、他のコンデジも紹介してます。ソニーの RX100M7 とか健康の KCZM08 とか GFX100RF のね中盤コンデジとかもいろいろと紹介してるので、よかったらねちょっと概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら見てもらえたらと思います。このチャンネルではねこういった形でいろんなねカメラのねレビューとか紹介とかまとめ動画もたくさん作ってるので、カメラ選びにね迷ってる方はぜひ今後もねいろんな動画見てもらえたらなというふうに思っております。せっかくねカメラを買ったらね設定をしたりとか編集をしたりとかね、そういったところもねすごく楽しめたり、あとはねおすすめのアクセサリーとかねアイテムとかそういったものも出していたりするので、他のね動画も合わせて見てもらえたらと思っております。ということで今回ね最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。